やっと5月の発災から落ち着いて今年は何もなく進めればいいなと思っていた時に1日にこういう地震というところで誰がこんな試練をこんなところにくれるんだろうっていうふうに思ったんですけれども、皆さんのお顔を見た途端になんか気が緩んでしまって、なんかほっとした自分が今いる。本当に皆さん涼しいの本当にみんな本当にありがとうございます。こんなところまで。本当に見てもらいたい、知ってもらいたい、考えてもらいたいっていうことでですね、受け入れを考えました。基礎自治体がこうやらなきゃいけないことの多さっていうのは半端ないんですよね。それっていいんですか？もうやらなあかんというふうに自分の中でちょっと覚悟を強く持っている次第です。そういった中でやっぱりこう仲間であるとか、直接自分のやってることの関わりじゃなくても、やっぱりこういろいろ被災地に対してみんなが何かやろうと思ってもらいたいなと思ってですね。非常時にそういうことになった時に絶対に知っていた者同士の方がうまくいくっていうのが本当に痛感しました。この生姜本当美味しいから。やっぱりテレビとか報道でされてるようなところだけじゃなくて実際に足で踏んでみてなんかこういう現場だったんだっていうのは本当来ると体感できるなと思っていて、自分が防災っていう担当を会社の中でやる中で本当の被災地っていうのはどんなものなのか、またそれを会社にの今のやり方を見た時に本当に今のやり方でだけで満足できるような対応ができるのかみたいなところを確認したかったということがありました。現実見てみて、感じたことはやっぱり物を揃えるだとかですね、そういうのは大事だなとは思ったんですけど、やっぱり最後は人だなっていうふうにちょっと僕感じてて、お父さんとお母さんもそうですけどこう笑顔ですごい迎えて辛い体験してるのに私たちを迎えてくれてて強いなって涙でそうだね、リーダーシップかどうかは分からないんですけれども、何にしろ住民の方せっかく助かった命なのに、でせっかくこの珠洲で生まれて珠洲で暮らしてて、で最後なんか悲しい思いで終わってくれるのかなと思うようなことも、ディーマットさんがそれこそ介護したりとかね、トイレ誘導したりとかで、自衛隊さんが保健師を乗せてとか看護師さん乗せて連れてってくれたりとか、なんか本当にそういったつなぐっていう橋渡しっていうことが私のできることなのかなっていうふうにして思って、今も一日一日過ごしてます。珠洲市の人が頑張ってるっていうのが伝わりましたね。こうアテンドというかプログラムの中に入れていただいたのは、ある意味ピース・イン・ジャパンさんがそもそもその関係をきちんと作っていて、ピース・イン・ジャパンさんが支援していたから笑顔があるんだなっていうのがちょっと僕が話聞いてて感じたので、だから向こうが悲しみの中にあるからこっちが悲しくなるねっていうのももちろんなんだけども、やっぱり引き上げてあげなきゃいけないんですよ。